皆さんこんにちは、大川祐介です。はい、今日はですね iPhone やガジェットの便利を発信する豆さんのスタジオに遊びに来ております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ和歌山に、京都からね、はるばる来ていただきました。ありがとうございます。2時間半かかりました。2時間半。はい。そう、車でね、わざわざ来ていただいたんで、そうなんですよ。今日ね、せっかくなんでいろいろと見ていってください。ありがとうございます。早速ね、プレミアプロとかも出してますけど、うん、なんか普段ね、どういう風にコンテンツ作ってるのかだったり、あとはお気に入りのガジェットたち、いろいろと質問させていただけたらなと思ってます。はい。いろいろ聞いてください。はい。それではやっちゃってやっちゃいます。じゃあちょっといいですか、恒例の。行きましょう。それでは早速行きましょう。本当にここに豆さんのクリエイティブが全部詰まってるっていう感じですね。詰まってると思います。すっげえ。全体的に白基調にしたかったんで、床も白だし、天井もね、ちょっと白寄りの木目調にしています。綺麗。これ下にあるのは何ですか？これはこのワゴン自体はボビーワゴンっていう名前のワゴンになっていて、これこう360度ね、めっちゃガジェットある。そうそうそう、どの向きでも使えるっていうワゴンなんですけど、ここに普段使ってるカメラとか、マイクとかねを全部ここに集約してるって感じですね。なるほど。この中とかはどうなってますか？この中もこんな感じで。僕実はこれ買おうと思ってた時あるんですけど、ああそうなんですね。なんかその変色みたいななんかあるんじゃないかっていうことで結局やめちゃったんですけど、どうですこれ？僕これ使ってまだ2年ぐらいなんですけど、今のところ全然問題ない。気にならないかな。もしかしたら太陽に当たったりしたら変色したらかもしれないんですけど、僕の環境では大丈夫かな。ただ実際に使ってみると思ってたより使いやすいですね、やっぱり。めっちゃいい。これ1段2段1段2段、3段、これ3段タイプと確か2段タイプとあったと思うんですけど、これめっちゃいい。僕は3段タイプにしてますね。これデスク気になったんですけど、はい、どういうデスクなんですか？このデスクはこのもの自体はフレキスポットさんの昇降デスクになってます。で上下するんですけど、実はこの天板だけは別のものに変えていて、木材屋さんから直接取り寄せた木材を使って上からはめ込んでるって感じ。これはサイズってのは特注で頼んだ？サイズを特注で頼みました。この部屋になんか合ってますね。長細い感じで。そうですね。あんまり奥行き僕いらなかったんで、ちょっとコンパクトにして、その分横を伸ばしたって感じですね。部屋自体も横長なんで、それに合わせた机にしてます。なるほどね。でこれはあれじゃないですか。これはね、伝説のビジョンプロになります。うわー、どうですか？あれから正直まだ楽しむことしかできてないっていうか、なんでしょうね、コンテンツ、映画見たりだとか、なんかネットサーフィンしたりとか、そういったものに使うばっかりで、なんかこれで Mac とつなげて動画作ったりとか、そういうのは正直まだ介護感かなっていう感じがしちゃって、そこまでは行き着いてないなと思いますね。今後のバージョンアップに同じく期待ですね。じゃあこの Apple Vision Pro を使って一番価値だなと思う使い方って何ですか？一番価値だなと思うのは、まだ未完成なんですと思ってるんですけど、やっぱり僕はコンテンツの仕様だと思ってます。でそれはディズニープラスでもネットフリックスでもいいんですけど、それをこれまだ一人でしか楽しめないですよね。で確かにね、部屋の制限なく大画面で楽しめるんですけど、僕が見てる隣で妻はテレビ見てるんですよね。それがすごい違和感なんで。違和感ですね。本当に自分だけが楽しめちゃってるっていう。そうなんですよね。そこのコンテンツを共有できるようになれば化けてくるんじゃないかなって思ってます。じゃあ一家に人数分、そう、これがなんかおやきになって、もっと廉価版のライトみたいなもっと軽いメガネ型のが出たりするんじゃないかなって勝手に思ってます。なるほどね。アップルさん聞いてますか？はい、失礼しました。でもいいですね、Apple Vision Pro。僕もね使ってて、本当同じくコンテンツを視聴するっていう観点でよく使ってるんで、でもすごい楽しいですけどね。楽しいですね。まだ何かこれでね、生み出すっていう観点ではちょっと弱いかなと思ってる感じですね。かっこいいですね。トランスペアレントのスピーカーですね。これは
まず見た目が大好きで、もうスケルトン、そう即購入しちゃったっていうスピーカーで、もちろん音もいいんですけど、これ実はですね、この裏にこれAmazon エコーのこういったコンパクトな製品が出てるんですよ。もうね、これその純正のアクセサリーってことですか？そうです。Amazon エコーのマジでアクセサリーで、もう今はねもう売ってないんですけど、これをここの裏にぴったりはまるように作られてて、トランスピアレントのスピーカーってこうすることで、何が起きるんですか？Spotify から曲をワイヤレスで流せるんですよ。それができるスピーカーっていうので、見た目と利便性が良かったんで購入しました。ここになんかありますけどこれは何ですか？大ヒット商品じゃないですか。そうですね。これ一応僕のチャンネルこっち側なんで一応そうですよね。GR3 どうですか？使ってて。これはもうほぼ旅行の時とかに持ってってずっとポケットに入れてるんですよね。ポケットに入れられる APS-C が欲しかったんで購入したって感じですね。あと絵がすごい僕も好みなんで。綺麗ですよね。やっぱ iPhone には撮れない描写がありますね。APS-C のこのカメラには。あとこの本体の色も好きで、エディションモデルだったかな。ですね。特殊ですね。結構ブラックが多いと思うけど。この色が好きで購入しました。なるほど。で最近豆さんがタイアップしているアークですね。アークですね。これめっちゃいいっすよね。これねパソコンに貼りたいんだけど、もったいなすぎてちょっとあれな。もう大ファンですね。アークいいですよね本当に。素晴らしい。もうアークの素晴らしさ知りたい方は豆さんのチャンネル見てください。ぜひ見てください。これいいですね。僕もアトモフウィンドウの新しいバージョン買いましたけど。ようですね。これは一応2ですか？これは2です。入った時にすごい印象的で、いいですか？ディスプレイ綺麗ですね。そうですね。これはどの景色をよく映してるんですか？もう完全に僕はランダムで映してます。ランダムにするとその季節に合わせて、今だったら5月なんで5月の季節とかに合わせた、桜のシーズンだったら桜の映像とかをね、景色とかを映してくれるんで、僕はランダムで使うのが好きですね。綺麗。やっぱこの製品デジタル窓コンセプトですけど、やっぱあるとないとでどんな違いがあるんですか？いや僕の書斎がさっきも言ったんですけど、ちょっとコンパクトなので、もっと奥行き感というか開放感を出すにはこういう製品はすごくぴったりというか、これがあるのかないのかで結構部屋の印象変わってきますね。確かにね。いやすごいめっちゃ楽しみだな。俺もこれね欲しいと思ってたんですけど、これめっちゃいいですね。これ平岡くんのなんかチャンネルで見たんだよな。平岡さんもこれを見て買ってます。平岡さんが家遊びに来てくれて。そうなのね。これめっちゃいいな。平岡さんが一番じゃないんだ。豆さんが一番なんだ。そうなりますね。いいですね。これ見て、いいなと思って外していいですか？いいですいいです、もちろん。これってちょっと改めてどういう製品なんでしたっけ？これは基本はこういう風に使うモバイルバッテリー。これは2万ミリアンペアのモバイル大容量で出力もかなり大きいんで、MacBook Pro も全然充電ができるものになってます。これだけでもすごく性能がいいし、ディスプレイもついてるから、バッテリーの残量も分かりやすいし、出力とかもねここに出たりしますと。これだけでもいいんですが、やっぱポイントはこのドックですね。ドックね。これで充電？これで充電ができます。これが素晴らしい。これって多分万能だと思うんですけど、どのその使い方が一番クリティカルになんかいいんですか？僕の使い方がもしかしたら特殊かもしれないんですけど、意外とっていうか結構モバイルバッテリーって必要な時に充電がないことが多いですよね。充電し忘れちゃっててみたいながあるんで、僕はもうここ定位置決めちゃって置くだけで充電できるんで、もう常にフル 100% なんですよ。なんかこれをフル 100% にしといて、ここで普段仕事することもあるんですけど、リビングとかで仕事するのも好きなんですよね。その時はノートブックだけ持ってこいつも一緒に持って長時間リビングで作業すると。なるほどね。それがようやくこいつのおかげでできるようになりました。そっか、そういう使い方あるんだね。いいですね。緊急時とかね、そういった使い方じゃなくても家の中でも全然使えちゃうっていうね。そうですね。これいいな。でこれはシンプルに
アップル信者向けのプロダクトですね。そうですね、ベルキンさんの。はい、はい、こちらが豆さんの撮影スタジオとちょっと俯瞰で、こういうことですね。こんな感じですね。これはなんかどういったこだわりがこのスタジオにはあるんですか？ここはまず普段はあまり見せてないんですけど、はい、吸音材をバリバリ貼りまくってます。これはやっぱ反響しちゃうんですか？反響しますね。このマイクあってしてもします。マジか。ここが布製品とかがほとんどないのもあって、結構反響しちゃうんですよね。でこれを購入してもう3名、もともとここはスタジオにしようと思ってたんで、こうくり抜いてもらってて、そこに吸音材を配置しました。iPhone をもし撮られる方は、俯瞰でね撮られる方はぜひこれおすすめしたい照明の方式で、多分皆さんこういった大型のね、照明を一つ構えて撮られてる方多いんじゃないかなと思うんですが、僕ですね、僕はこんな感じで左右両面からですね、照明を照らしてます。こうすると iPhone が光に反射しないんですね。照明の光がカメラに映らないっていうメリットがありますと。で左右に置くことでこう指を置いた時に両方が影を相殺してくれるんで、なるほどね。結構綺麗に撮れるんですよね。面白い。なんか結構本当スタイルによるんですけど、雰囲気を作るってなると、やっぱその照明の立て方って全然変わっていて、豆さんってすごいやっぱクリーンに綺麗に撮るから基本的に全面に光を当てていると。なんなら光足りなければ上からも照らして調整したりもしてますね。足りない時はどういう時ですか？足りない時は iPhone の時は基本足りるんですけど、何か、イヤホンの紹介だったりとか、物撮りする時は大抵この照明で鍵をもっと相殺して撮影してますね。なるほど。一体これは何台 iPhone、iPad mini ですか？これは。そうです。iPad mini と何台あるんですかこれ？iPhone これは13ですかね。13 Pro。すごいな。で15 Pro と、これ撮影用ですけど普段は15 Pro ですね。それぞれ役割があって、この iPad mini は台本です。なんかすごい説明とかが分かりやすくていいなと思っていて、これはもう全部準備されるんですか？そうですね。基本特にショートとかはもう全部セリフを打ち込んじゃってますね。これをそのまま読む形にしてて、長尺はポイントだけ箇条書きにしてここでいつでも読めるようにしています。なるほどね。でこの iPhone は最近始めたんですけど、動画の左下に僕のミ文字を出すようにしてて、それを撮る用の iPhone です。なるほどね。ちょっと表情を出したくて、確かに、最近この豆さんの自己紹介とか、もっとその豆さんらしさを出していくっていう意気込みを聞いたんですけど、それに背景みたいなのはどういった意味があるんですか？やっぱり僕のチャンネルは、情報系というかメディアのチャンネルなように自分は感じてたんで、僕はどっちかというともっと個性を出したいっていうか、人を出していきたいなっていうのがあったんで、でそれがあって今年の初めに自己紹介の動画を上げたりとか、こういった感じで表情を映すようにしたりとか。なるほどね。そういったところでいつもの視聴者の皆さんともうちょっと距離を縮めていけたらなと思ってます。なるほど。じゃあ豆さんもいつかは顔出しする日が来るかもしれ。アップルさんに招待されたら顔出します。これはじゃあアップルさんが招待したら豆さんの顔が見えるということで記録を収めておきます。まあね、そのブログとかね、撮れますもんね。そうですそうです。なるほどね。こっちにあるキャノンはこれですね。よくお気づきで、これ実は今までずっとこれで撮ってたんですよ。そうなんですか。しかも EOS KISS-M で撮ってました。ずっともうつい最近までですね。ですっごい年季入ってる。そうもうね随分使い込んでるんですけど、実は最近もう iPhone で僕の動画はもう完全に、iPhone で全部撮っちゃおうっていう方針に、変えてみたんですね。その撮影スタイルが今これになってて、で実は iPhone に変えましたって言ってないんですよみんなに。言わずにこっそり変えたら気づく人がいるのかいないかをまず確かめたいっていうのが今のフェーズ。なるほど。
でこれで気づかなければなんかガジェット YouTuber ってプロの本格的なカメラ使うんでしょっていうイメージがなんかある気がしてて、そこをちょっと覆すっていうか驚いてもらえたらいいなと思って。なるほどね、iPhone でもこんだけ撮れるんだよっていうのをこっそりと。確かに全然気づかないですね、それはやっぱり照明とか、ね、声とか、いろんな要素でね補ってる側面あると思うんですけど、そっかやっぱ画質はね気づかないですよね。けどこうやってスタジオの取材をすると、カメラって本来見えないじゃないですか、けどこういうふうに豆さんのスタジオにキヤノンがあるとも思わなかったし、なんかいいですねこういった視点が見れるのは。個人的にこれ初めてなんでこういうスタジオツアー、はい、だからなんか楽しい。いやでもちょうどねベストタイミングで来てもらいました。よかった。 iPhone に変えてログで撮影してるんで、ちなみにこの背景紙というかはどういう気分で変えてるものなんですか？これはここも実は個性の一つで、僕って顔出ししてないんで、服がみんなに見えないんですよね。服って皆さん変わるじゃないですか、動画撮るたびに。僕は変わらないですよ。岡さん変わらないですけど。すいません、岡さんいつもね一緒ですけどね。ですけど僕はこれを服の代わりだと思ってるんですけど、ね。だから今日の気分は青色の服でいこうかなとか、こういった柔らかい感じでいこうかな。これ両面こうデザイン違うんですね。違うんでこうしてこれはなんかアクセサリーのような意味合いでバランスよくね置いたりしてます。なんか僕別の動画で見たんですけど、なんかアクセサリーがめっちゃ、そうですね、ここにこれロマンだなと思って、これロマンっていうか変態でしょこれすごくない？そうですね、ここから気分によってマジで出し入れしてますね。こんなあるんですか？これは収録の目的でこうやって集めたのか、元からこういった趣味があったんですか？もともと僕の母親がこういったものを集めてるっていうか家に飾るのが好きで、こういうのとかもそうですね。で僕が YouTube 始めた頃はそれを黙って撮って動画で使ってたんですよ。それがこっそりね、もう今僕のものになっちゃってますけど、それが 2,3 割ぐらいあるんかな。あとはガチャガチャで買ったりとかもあるんですけど、もともとは撮影用っていうか僕も趣味で集めているものがあったんで、それを撮影に生かしてたって感じですね。なるほどね。最近はでも動画のためにコレクション、こういう小物いっぱい売ってるところとかガチャガチャとかあるんで、そこにわざわざ足を運んで購入してコレクションにしてるっていう感じです。なるほど。なんか今更なんですけど、なんかこのスタイルで、そのYouTube の収録を始めようと思ったのはなんでなんですか？もともと僕はまだ今もなんですけど、会社勤めなんですね。なので顔出しはあまりしたくなかった。副業は別に OK なんですけど、なんかバレたくないなっていうのが、始める理由が会社の残業がとかいろいろあったんで、ちょっと顔出ししたくないなっていうのがあって、このスタイルになったんですね。このスタイルだと顔出ししなくてもいいし、僕 Apple 製品大好きだから、こう iPhone をね目いっぱい画面いっぱいに映して、皆さんに分かりやすく画面を見せながら伝えることができるなと思ってこのスタイルに落ち着いたって感じですね。今これ引きで撮ってるんですけど、いいですね。なんかすごく居心地のいいなんかサイズ感と集中できそうなこの密閉された空間本当ですかって感じますね。結構ねここ落ち着きます。秘密基地感みたいな感じで、基本はここでもうずっと編集ですか？それともリビングとかカフェとか？本当にその日の気分なんですけど、撮影して期限に追われている時は結構撮影してそのままここで編集することが多くて、なんか晴れてる日とか景色のいい時はリビングの方が空間も広くて落ち着けるんで、これをリビングに持って行って編集することが多いですね。なるほど。基本1ヶ月にお仕事案件ってのは何本ぐらいやられてるんですか？案件は多分 4,5 件ぐらいかな、月でいうとそれぐらいやってると思います。なるほど。それはなんかやっぱ案件とかって確認とか、なんか
チャンネルの世界観が若干ね損なわれたりとかあると思うんですけど、うん、そこら辺のなんかどういうふうに選んでるかうんだったり基準ってあるんでしょうか？基準は、ガジェットっていう基準はまずラインとしてあるんですけど、そこさえクリアしていたらあとは、なんか初めて聞くようなクラウドファンディングで始めたようなガジェットだと、まず送ってもらってで僕の方で本当にこれ使えるのかみたいなチェック挟んで使えなさそうだったらお断りするみたいな感じにしてるんですね。なるほど。なのでそこでフィルターをかけてるって感じで特にジャンルで絞ったりとかそういったのはしてないですね。そういった意味では世界観はあまりないかもしれないですね。レビュアーの鏡ですね。大川祐介ってやつに言ってやりたいっすよ。でもやっぱりこのねスフィンクスがね、本当になんかクリエイティブを後押ししてくれるかのような。無理あるやろ。あれこれ俺才能あるまさか。やめよう。はい。ってな感じちょっと余談もさておき、早速どのようにね早速いきましょう。はい、コンテンツ作られているのか。基本あっちで撮影して iPhone にこの SSD 出たこの SSD、これ大川さんも紹介していたいいですよね、これいいです、この SSD にビデオ入ってるので、これを挿してパソコンに取り込みますと、で、撮影のビデオとあとサムネイルも、もう iPhone でも撮っちゃってるんでこんな感じになりますよと。で iPhone ぶっちゃけボケないんですよね、なんでサムネイルはもうちょっと僕ぼかしたいんですよね、ここに集中してほしいから、なのでここはもう結構力技なんですけど、ライトルームの最近ぼかし機能っていうのができたんで、これを適用させるとなんとなくこう必要なところ以外がボケてくれる、ソフトウェア処理だ。そうですね、ボケの具合も変えれるんで、これぐらいだとこの辺ちょっとね今回違和感はあるんですけど、これぐらいだったら違和感のない程度にちょっと調整して、あとは色とかを加工したものを出して最後 Figma で、さすが Figma 使ってね、そうですね、面白い。ちなみにこれはこの iPad はどういうふうに使ってるんですか？これはですね、これ結構実は Spotify のミュージックプレイヤーとして使うことが今一番多いです、ここで音楽選んで好きなものを聴いて、でこれがさっきのこのスピーカーで流れるんで流しながら作業する。なるほど。とかあとはスイッチボット来ました。スイッチボット大好きなんで結構ねめっちゃ製品これ全部すっごい一個一個一製品、僕も持ってますけど、こんなできないですよ。でこれ簡単にここにね固定しちゃうとなかなかリビングで撮影とかしないかったんで、最近簡単に外せますと、磁石でね。出たこれ、これ塩から出てるんですか？そうです。マジか。で初めて知った。かつここも磁石で取れると。うわ、これワールドガジェットのマグフローっていう製品ですね。チェケラでこれ簡単につけられるんで、こうすることでめっちゃインタラクティブな。取り回しがしやすくなりましたね。本当にこのセットアップかっこいい。で実際に今はそのサムネイルの制作のところなんですけど、実際に動画の編集の部分、これ基本的にここで作業するのは編集とか、あとは企画とか、もう本当にクリエイティブ全般をここで行っているというイメージですかね。そうですね。で普段はさっき撮った iPhone の動画と手話のマイクで撮った音声をプレミアに取り込んで、あとはもういつも同じ感じなんですけど、前後のオープニングとエンディングの音楽があって、そこに合わせて音を入れていきますよと。動画と音声は別々で僕撮ってるんで、動画と音声を引っ張ってきて、でまずこれをもう同期させますと。細かくいらないかもしれない、でもね、音合わせ大事ですからね。これずれてたらもうやり直しですから、編集。そうですね。同期してでビデオの音声もいらないんで、もう消しちゃいますよと。で僕はテンプレートがあるっていうよりかは前の動画をコピーして新しいフォルダファイルを作ってるんで、前のデータコピーして編集データコピーして
属性ペーストして、でカラーグレーこれ乗せちゃって、ちゃんとプロレスじゃないですか。そうですね、プロレスでしっかり撮ってカラーグレーディングされるんですね。カラーグレーディング、これ圭介さんにオンライン勉強会してもらって、素敵。そうですね、教えてもらいました。なるほどね。であとはもうひたすらカット、でいらないところを消していくっていうのをやりますけど、僕は結構もうコンパクトにしたい、動画は極力短くしたい派なんで、こういうもう本当コンマ何秒とかの間もう削ったりしますね。豆さんは編集楽しいですか？編集結構楽しいですね。結構っていうかだいぶ楽しんでやってますね。もう編集歴何年ですか？編集歴が、今年で5年目になりますね。それでも楽しんで編集してるっていうのは大事だし、それが多分視聴者さんに伝わってますよね。今回もそうですけど、なんか撮影機材を iPhone に変えるとか、マイク変えるとか、なんかそういった環境が変わるとまた新しい気持ちで取り込めるので、ちょくちょくと環境を変えることでなんか飽きをごまかしてるみたいな感じで。なるほどね。なんかその豆さんのような YouTube チャンネルアカウントを作りたいと思ってる方に一言お願いします。そうですね、多分なんか初めはこれから本当に始めようとされている方がもしいるなら、なんかとりあえず機材揃えなくちゃいけないって思っちゃって、いろいろ初期投資をしちゃって、で結局続かなかったりとかうまくいかなかったりすることはあると思うんですけど、もう僕が最近 iPhone で撮ってるみたいに、iPhone だけで結構綺麗なのが撮れちゃいますし、見応えがいいのも撮れちゃうんで、今持ってる iPhone とか前に使ってた iPhone とかを使って撮影するだけでもまず初めはいいんじゃないかなと思います。なるほど。であとはなんか僕は最近抽象化することを意識してて、なんか結構もうちょっと抽象化すぎて分かんないみたいなことをよく言いますけど、僕は逆だと思ってて、なんかある程度抽象化した方が伝わりやすいんじゃないかな。なんか例えばスマホで言うと左上になんか3本線があって、それハンバーガーメニューって言うんですけど、ここのハンバーガーメニューを押してって言っても多分伝わらないんですよね。そこはここの3本線を押してって、ちょっとそれは抽象化してるっていう意味になるんですけど、伝えるとなんか伝わりやすくなったりするんじゃないかなと思います。これは憧れる方にとってはいいアドバイスなんじゃないかなと思います。やっぱ機材が全てじゃないですからね。そうですね。何を表現するかだしね。でそれを見つけるためにはとにかくねチャレンジしなきゃいけないってところもあると思うし、それは何ですか？これは最近それこそチャット GPT とか生成 AI 系のツールを使って、どうせ出すんだったらもっと見られるようにしようとか、分析して効率を上げるために、アナリティクス、データ使って分析作業をかけてて、例えば AI 活用しちゃってるんですね。そうですね、せっかくなら使おうっていうので、よいしょ、こんな感じで何曜日が結局見られてるのかとかいろいろと分析してて、なんか時間帯とかもそうなんですけど、僕のチャンネルらしいので言うと、タイトルが体言止めかどうかで成績が変わるのかっていうのを見たりとか、最後に句点があるのかないのかで変わるのかとか、いやこれはちょっとぜひ僕のチャンネルコンサルしてほしいですね。文字数とかもね、そんな感じで、すげえ、どれぐらい影響するのかを生成 AI にかけて分析したりもしてますね。はい、ここはどういった空間なんですか？ここは玄関です。で向こうに窓を切り抜いてまして、庭が見えるようにしてます。で、多分玄関としてはもしかしたら奥に広いかもしれないですけど、もうそれをもっと広く見せるように、奥行きをね持たせてる。こだわりですね。そうですね。でさっきのね書籍がこの上にあるという感じですね。書斎か。書斎、そうですね。書斎がこの上にあるっていう感じですかね。そうですね。でこの玄関は結構空間もなんか僕が好きなデザインなんですけど、機能性も兼ね備えていて、僕書斎が右側で左がリビングになっているんですね。
で音をリビングの音とかテレビの音を入れたくないんですよね。ああ確かに、ね、でこの空気の層が1個あることによって結構テレビ大音量で流しても音が入らないように区切りの玄関になってます。でこちらがリビングになります。うわ、はい、天井がそうですね、高いですね。3.6 メーターの高天井のリビングになりますね。素晴らしい。はい。でここは書斎と違ってちょっと暗めのテイストにしてますね。ソファーの色もそうですし、座ってもいいですか？もちろんもちろん。行きます。ああ、これ質感いいですね。これねめっちゃいいでしょ。これなんかすごい長期で使えそうな感じする。これフジファニチアさんのソファーですね。でこれワンちゃんとかも大丈夫？全然これは大丈夫です。でテレビが大きくて、テレビはホームポットがここにもアップル製品が2つそうですあると。ホームポットとテレビは、Apple TV4K でつながっていて、テレビの音はホームポットから鳴るようになってます。持ってないアップル製品は何ですか？は、あんまりないか全部持ってますね。そうですね、はい、認定です信者認定です。確かにないいや僕もアップル大好きなんで同じですからね。いやでもいいな、ここまで開放的な空間で、ね、生活できるのいいな。ちょっと、例のあれ見せていただいてもいいですか？わかりました。でこれは夜になったら勝手に閉まるし、朝になると明るいリビングになるように開くようになってます。これもスイッチボットの赤外線のリモコンで。全部スイッチボット管理ですね。そうですね。だから豆チャンネルは仕事だけじゃないと、プライベートから全部この Tips を生かした空間作りと、そうですね、時間があったら自動で閉まったり、開いたり、で照明とかも全部そうです。すごいな、テクノロジー駆使してるからここまで、ね、プロダクト置いてるインテリアも最小限で最大化されてるってことですね。そうですね。価格ですっきりしていますけども、結構住み心地は最高ですね。なるほど、はい、豆さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。素晴らしいこだわりを見れてよかったです。で最後にちょっといくつかね質問できたらと思うんですけど、なんかすごい本当にこの開放的な環境で、さっきあちらでも集中して作業しながら、ここでも作業されるってことで、なんかそのプライベートとなんか仕事、 YouTuber って結構難しいじゃないですか、そのバランスって。普段なんかどういうふうにタイムマネジメントとか、そういった仕事とそのプライベートを向き合ってるんですか？僕は結構プライベートと仕事の境目は本当にあやふやで、妻がここでテレビ見ながらもその後ろで僕作業したりとかもあるぐらい、結構そこはもう一緒くたになってますね。だからなんか新しい動画作る時とか、今も新しいアプリ作ってるんですけど、そういうのもがっつりもう妻に相談したりとか、妻に今こういうことやろうと思ってるんだけどみたいなの聞いたりして、だからそこはあんまり分けてないというか。作業時間とか、そういうの区切ってるのは全くないんですか？全く僕はないですね。なるほどね。むしろ僕いつも寝るのが2時とか3時とか遅めなんですよ。で夜になると結構本気モードっていうか、がっつり集中できるようにもう体がなっちゃってるんで、むしろ営業時間っていう意味合いだと、夜の11時から3時ぐらいが営業時間みたいな感じになってますね。なんか普段その、企画とかインプットってどういうメディア使ってるとかありますか？最近はオフトピオフトピックオフトピックはもう毎回必ず聞くようにしてますね。あとはこの間今村健太さんに教えてもらったリビルドポッドキャストも最近聞くようにしてて、音声メディア聞いてるんですか？最近は、音声でのインプットがメインかな。あとはやっぱり X が多くて、もう暇があれば X を触ってる。トータルもう1日3-4時間ぐらい触っているのかな、もしかしたら。そこで、したり、毎日夜10時になったらアプリリリースしましたっていう動くで検索、強制的に X が開いて、その検索画面が開くようになってるんで、そこで最新の個人開発者さんのこういうアプリが
リリースされたんだなっていうのを見てすぐに次の日動画にするとか、ああ、なるほどね。そういったルーティンも作ってたりはしますね。そういうなんか時事的な、そのタイミング、すぐ出さなきゃいけない企画としっかりその深掘った企画って、結構バランス取ってやってるんですか？それともその最近はこっち側に寄ってるとかありますか？でも意識としてはバランス取ってて、時事ネタとかそういったのは7割ぐらい、豆チャンネルの7割ぐらいはそういったのが占めてますと。でさっきの純正のアプリの使い方とか、しっかり作り込んだものは3割っていうようなバランス感はなんとなく意識して、チャンネルを作ってはいますね。なるほど。なんかさっきそのアプリとかの開発されてるっておっしゃったんですけど、なんかその今会社とかは持たれてるんですか？会社はそうですね、あんまり公言してないんですけど、一応会社作ってて、会社さんもそこに入っていただいて、ほぼ従業員みたいな感じで入っていただいて、一緒に作ってるって感じですね。じゃあ YouTuber としてのそういったゴールもありつつ、ちゃんとその事業を作って、それも大きくしていきたいみたいな思いもある？そうですね、やっぱり、YouTube だけだとなんか不安っていうか、もう Google 様々になっちゃってるのもあるんで、そこは自分で何かコンテンツを作って、そこでも一応生計として成り立つものを、2軸か3軸ぐらい持った方がいいんじゃないかなと思って、せっかくもうこういう拡散力というか、一応は持ってると思うので、それをうまく利用して自社とか自分のコンテンツを出していけたらいいなと思っていろいろ動いてはいます。いやまさに僕もそのアプリとか、そのカメラ作ったりしてるんですけど、やっぱり YouTube 活動とそういった事業に向き合うって結構似て非なると思っていて、そこのなんか調整の仕方とか、どういうふうになんかリソースを投下してるかってありますか？そうですね、僕結構もうスポットで動く方が得意なんで、なんかパッと思いつけばもうその次の日っていうか、もうその日に結構がっつり人を集めたりとか資料を集めたりとかしてやることが多いと、もう今までもずっとそれで生きてきてるっていう感じですね。なんか勢いに任せちゃうというか。すごいな、でも本当 YouTube だけ見てるだけだとね、ああいう動画を作っているのが本業の人って思うけど、やっぱそこには映らない、ね、いろんな事業とか開発をされてるってことなんですね。そうですね、いろいろと、今作ってるもツール系のアプリで、きっと皆さんも役立つようなアプリになってると思うんで。iOS ですか？ Android ですか？一旦は iOS で作ってます。でもね、フェーズごとにね、やっぱ Android のね、バージョンを作るっていうところですかね。はい。特に学生さんとかね、お仕事されてる方にも使えるようなアプリが出来上がると思うので、今回がっつりデザイナーさんも入れて一緒にやってるんで。楽しみ、それまだ聞いてないので、ちょっと公開できるタイミングでね、豆さんのチャンネルチェックしていただきたいのと、具体的なねどういうプロダクトなのかっていうのはちょっとこれから深掘ってぜひお話ししましょう。ぜひお話お願いします。今日はスペシャルゲスト豆さんでした。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。